皆さんこんにちは。今回はこれまでの冷凍庫 PC の振り返り、今後の制作予定について紹介します。前回の動画でパート数も20になりまして、制作も一段落つきましたので、記念としてこれまでの冷凍庫 PC の制作を振り返ります。まずは冷凍庫 PC を初めて制作したパート1の前のパート0です。パート0では冷凍庫 PC に使っている PC パーツの構成で初めてオーバークロックなどの動作を確認しました。これが冷凍庫 PC にとっての原点です。まだこの時は CPU クーラーは普通の空冷 CPU クーラーで CPU グリスも MX4 で空割りもやっていませんでした。懐かしいなぁ。次のパート1、パート2で初めて冷凍庫 PC の構造と動作について紹介しました。ですがこの時は CPU クーラーについているヒートパイプの動作不良高で冷却不全が起きて CPU 温度は 100°C くらい正常に動かせませんでした。この点は構想時点から予想していたので特に問題はなく、これも踏まえて当時計画していた制作予定を紹介しました。空冷 CPU クーラーの次は不凍液水冷、その後は3つ制作するという、今見ると非常に項目の少ない予定でした。でしたがここで想定外な嬉しい出来事が起き、パート2を投稿した後、多くの方に冷凍庫 PC を見ていただく機会があり、多くのコメント、アドバイスをいただくことができました。今更ですが毎度お世話になっております。で、それらのアドバイスをいただく中で予定に項目を追加していくことにしました。早速追加した項目がインテルのリテールクーラーを使う案です。ヒートパイプの動作不良が原因ならヒートパイプがついていないリテールクーラーならいけるのではという話でした。確かに良さそうだし、不凍液水冷の前に空冷でワンクッション、みたいな感じで順当な流れだなぁと思った覚えがあります。そういえばあの時までリテールクーラーを触れたことがなかったから存在をすっかり忘れていたんだっけ。実際にやってみようと思った時に、案の定みたいな問題を認識しました。冷凍庫 PC の弊害とも言える、結露です。結露は想定外というより甘く見ていたのですが、対策しなきゃと思わせることがあり、パート3とパート4で急遽、結露問題について紹介と対策を講じました。もろもろやったら運よく結露を抑制でき、以降この動画時点、2021年3月時まで結露で問題は起きずに済んでいます。ひとまず安心して冷凍庫 PC を動かせるようになり、パート5とパート6で追加項目、リテールクーラーの動作を紹介しました。これが初めて冷凍庫 PC として、正常に低温環境下で動作できた冷却でした。PC 動作の面でもパート0の時よりオーバークロックできるようになりまして、これが冷凍庫の力かってなりました。空冷クーラーでの動作もできたのでパート7からパート9で、当初から予定していた不凍液水冷について紹介しました。不凍液水冷と言いましたが、冷凍庫内でも凍結せず、動作、冷却できることを目的とした本格水冷という感じです。それで低温下でも冷却でき、さすがにリテールクーラーよりも冷えて、PC 動作もさらに良くなって、順当に改良できました。まあこの時に後々検証した、気になる変化を初めて認識しました。パート10ではその時までの振り返りと、以降の制作予定を紹介しています。そう今回の振り返りは2回目です。それはそうとしてその際に紹介した制作予定ですが、パート2の時よりも項目が多くなりました。先ほど話した多くいただいたアドバイスですが、そういえば予定に反映して紹介していなかったなぁ。気になる変化もあるし検証したいなぁ。じゃあ予定を変更して紹介しよう。そんな流れだったと思います。てかパート10の時点ではまだ不凍液水冷の中間で、当初予定していたパターンには着手できていませんでした。やればやるほどやりたいことが増えて、なかなか進展しない制作。今更ですが、動画にして皆さんから反応をいただきながら続けないとモチベが維持できない、そんなことを思います。それはそうとパート11とパート12で不凍液水冷の改良型として、冷凍庫外での冷却システムと氷蓄熱を導入しました。冷凍庫外で PC を組むことで、冷凍庫は不凍液水冷の冷媒を冷やすだけ。冷えた冷媒で PC の冷やしたい部分のみをスポット的に冷却、そんな冷却システムを構築しました。で、庫外で室温よりも低温な冷媒を使うということで、結露対策と断熱処理をした専用 PC ケースを作って、冷凍庫 PC でも常用稼働できるようにと氷蓄熱を製作しました。冷凍庫 PC の構想当初から冷凍庫で PC を冷やすなんて、冷凍庫が過負荷になって故障しちゃうだろうと思っていたので、その対策として氷蓄熱を考えました。
事前に冷凍庫で氷を作って、低温熱源を貯金しておくみたいな感じです。この時は PC 動作の中で初めてストレステストを実施しまして、パート0の時よりもオーバークロックした動作で完走できました。冷凍庫 PC でもちょっとはまともに動かせるようになったかな、という不凍液水冷の製作でした。これで不凍液水冷も一段落としたのですが、次にやったのは新しい製作ではなくて冷凍庫 PC のための検証でした。パート13からパート19にかけて、CPU 個体差やオーバークロックの設定方法、パート7からパート9の不凍液水冷で気になった冷却性能の変化について一つずつ検証していきました。で、冷凍庫 PC で使っている CPU はオーバークロックしにくい個体、いわゆる外れ石だと分かったり、空割りしたらだいぶ冷却性能が良くなったり、大直はやってみたけどうまくできなかったり、CPU グリスを変えたらさらに冷却性能が良くなった上に、低温下の冷却での適性があると分かったり、水冷パーツは検証した限りそんなに影響がなかったり、いろいろやりまして、いろいろ分かりました。で、やっと前回の話ですね。パート20では検証の結果を踏まえて再度 PC の動作を確認しました。検証を通して冷却性能を改良できた冷凍庫 PC でオーバークロックをしたところ、最大 5.0GHz の動作ができました。当初パート0の室温環境だと 4.4GHz で CPU 温度が90度 C とかだったのが、現時点では 5.0GHz で CPU 温度は34度 C です。34度 C で温度的には余裕があるのに最大の動作が 5.0GHz 止まりなのはまた別の問題があったからなんですが、それはそうと冷却的にはここまでのシステムを構築することができました。そしてやっとですが、不凍液水冷はこれで一旦完了として次の製作に移ることにした。これが現状です。振り返りはここまで、ここからは今後の予定です。今回も追加した予定があるので、まずはそれから紹介します。早速次回なんですが、パターン2じゃなくて申し訳ないんですがもう一つだけ検証します。その後にはパターン2、パターン3と新しい冷却システムを作っていこうと考えていますが、パターン3の後にマザーボードやメモリなどを対象にした冷却について取り組もうと思います。名称は仮にですが、PC フル冷却としておきます。その後は大体そのままで、一番最後に一つ追加です。油没をやろうと思います。大まかにはこんな感じです。もう少し詳しく話します。次回は延々と検証ばっかりで申し訳ないんですが、もう一つだけ検証します。内容は CPU グリス関連なんで、以前投稿した CPU グリス比較と同じ対象ですが、以前は比較、次回は CPU グリスの塗り広がり方や厚みとかを検証する予定です。この点が今後の制作に関係する部分だと最近思うようになりまして、気になっちゃいました。パターン2とかについては今回あまり言及しませんが、パターン2、3、パターン4もですが、これらは不凍液水冷とは別の冷却方式を予定しています。あともう少しで、やっと前々から作りたかった制作を始められそうです。長かったなぁ。ちなみにパターン2とかがどの程度冷やすことができそうかという私の適当な予想ですが、パターン2は微妙です。これ以前どこかで話した気がしますね。一応の狙いはあるからどうなるか気になるということもありますし、作りたいから作るという、どっかのメントスコーラなあれと似た感じの制作です。一方で最近だとパターン3、4につなげるための事前検討にできそうだとなってきましたし、冷却的に効果が小さくてもやれば新しいことも見えてくるでしょう。そんな感じでやっていきます。パターン3、パターン4には期待しています。ちなみに両方とも似たようなもので、ぶっちゃけ分けなくてもいいんじゃみたいなものなんですが、この制作は大変になりそうなんで、一歩ずつ段階的に進めていくつもりです。最近どう進めていこうかと細かく考えてみたんですが、多分パターン3に関わる動画数で8つくらいになりそうな。ってことは次の振り返り動画はパターン3が終わったくらいでまたやることになりそうで、おそらく2021年は PC フル冷却の途中で終わり、そんな感じになりそうです。その PC フル冷却についてですが、冷凍庫 PC の目標というかやりたいことに関わる内容です。私自身忘れがちな話なんですが、冷凍庫 PC の目標は、よく冷えて常用できる冷却システムの構築で、目標が達成できたらその時の最新の PC パーツ構成でゲームとかシミュレーションをやろうと考えています。そのゲームとかの PC 動作って当然 CPU だけで動くわけじゃないから、マザーボードやメモリなどの PC パーツ冷却も考えて、可能な限り PC の動作を良くなるようにしようという感じです。最
最後の油没は、これまでやらないって話してきましたがやることにしました。いや、これまで油没は壊れる壊れないの両方の情報があったので、最終的に最新の PC パーツを使いたい冷凍庫 PC でやっても仕方ないと考えていたんですが、最新の PC パーツには使いにくくても今実験用に使っている PC パーツなら、と思いまして。そんなわけで油没を最後に組み込みました。どれほどの効果があるのか気になりますからね。気になるのでやってみます。それでも壊れるのは怖いのでやるのは一番最後、実施するのは少なくとも来年以降になりそうです。こんな予定で今後も制作を続けていきますが、まあ気長にやっていきます。以上、今後の制作予定でした。今後も気長に、さらに冷凍庫 PC とは別の動画も作りたいと思っているのでさらにのんびり進行でやっていきますが、今後ともよろしくお願いいたします。ではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。